こんにちは、一人グルメ探求家です。今回は東京駅周辺の1200円以内で食べられるランチ5選をご紹介します。リーズナブルな上に食べ応えのあるメニューばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。最初のお店はジジ&ババ。日本橋駅から1分、東京駅八重洲北口からは5分のところにあります。ご夫婦で経営されている大人気の洋食屋さん。インパクトのある店名ですが、1977年創業。当時おじいちゃんおばあちゃんになっても続けていたいという思いで名付けられたそうです。おすすめのメニューはテレビや雑誌で紹介されるほど人気のハンバーグ。サラダはキャベツとレタスにごまドレッシングのかかったシンプルなもの。ハンバーグは四角い形をしていて、キノコとデミグラスソースがたっぷりとかけられていて、その間にはチーズが挟まれています。お肉がびっしりと詰まっていて、重量感があり、肉々しい味わいで食べ応えあります。付け合わせのマカロニは牛肉がほろほろとろけるような柔らかさで、ポテトサラダも濃厚で、トマトソースのかかったパスタはさっぱりとした味わいです。こちらのメニューにはライスがついて大盛り無料で、特に何も言わなければ大盛りを出してくれます。ハンバーグも付け合わせも濃厚で味が濃いものが多く、量もあるので、ライスは大盛りで割合はちょうどいい感じでした。コーヒーはこだわりのミラノ豆ブレンド。濃いのですが、苦味は少なく少しフルーティーで上品な味わいで食後を締めてくれます。これで1150円。開店前から行列ができるのもうなずけますね。他にはカレーやハヤシライス、ドリアやグラタンといった洋食屋さんらしいメニューが揃っています。お客さんは若い人から年配の方まで、男女の比率も同じくらいで幅広いです。ランチの時間は11時半から2時。おすすめは開店前か1時過ぎで待ち時間は少ないと思います。続いてはシュラスコ&ビアレストランアレグリア京橋。京橋駅直結、東京駅八重洲地下街からは5分の京橋エドグランという建物の地下1階にあります。シュラスコというのはブラジル生まれの肉料理で、長い串に刺したブロック肉をじっくり焼き上げたものです。どれを注文しようか迷ったらミックスプレートを選びましょう。牛、豚、鶏、ソーセージといろいろなお肉を楽しめます。注文は QR コードを読み取って行います。ライスは大盛り無料ですが、最初の設定が大盛りになっているので、普通や少なめを選びたい人は注意しましょう。お肉がたっぷり盛り付けられていて、ソーセージも大きく、がっつり食べたい人にはたまらないですね。牛は塩コショウで味付けされていて、油の甘みと旨みがしっかり感じられ美味しいです。豚も塩コショウですが、こちらは個人的に油が多いと感じました。鶏は2種類の味があって、一つはニンニク風味で鶏肉との相性抜群ですね。もう一つは表面が辛いものです。コールスローは色鮮やかでさっぱりしています。京橋という立地を考えると、かなりお得なランチではないでしょうか。お水やスープはセルフサービスとなっています。シュラスコビアレストランと聞いて、一人じゃ入りづらいと思われるかもしれませんが、ランチはプレートメニューが多く、私のような一人客も多いです。おしゃれなお店とレディースメニューもあってか、女性のお一人様も何名か見かけました。全体的に30代40代の男性が多いです。
ランチの時間は11時から2時半、12時前には列ができるので、11時過ぎが穴場の時間帯です。続いては、万歳 B の京橋。京橋駅直結の東京スクエアガーデンという建物の1階にあります。こちらの特徴はイタリアンなのですが、和食や洋食の要素も取り入れている珍しいお店です。メイン料理を選び、前菜4種がついて、サラダ、バケットライスの中から1つ選びます。すべて1200円です。こちらはパスタが美味しいので、今回は牛ひき肉のミートソーススパゲティ。まずは小さいお皿に盛られた前菜が4種類。木箱が和を感じさせてくれます。鶏胸肉のコンフィはしっとりしていて、マヨネーズで和えたごぼうサラダ、かぼちゃサラダは甘みが強く、黒ごまの豆腐は濃厚で、ごまの風味が口に広がります。バケットは一般的なフランスパンです。パスタはミートソースとチーズがこれでもかというくらいたっぷりかけられていて、パスタによく絡んで濃厚で美味しいです。少し歯ごたえのあるちょうどいい硬さで、大きなお皿に盛られていて分かりづらいかもしれませんが、量も多く食べ応えあります。濃厚で味がしっかりしていますが、バケットもあったのでちょうど良かったです。4種類の前菜を少しずつ楽しんで、メイン料理をガツンといただけるのがいいなと思いました。パスタは週替わりで変更しますが、食べログでその週のメニューを確認できます。お客さんは20代から40代の女性が多いです。ランチの時間は11時半から2時半。最初にご紹介した2つのお店ほどは混んでいないので、すぐに入れると思います。続いては洋食屋伊勢重丸の内店。東京駅 JR 出口から1分、新東京ビルの地下1階にあります。松坂牛専門焼肉店伊勢重が日常的に楽しんでいただくをコンセプトに洋食屋を展開。こちらでは低価格で松坂牛を使用した料理を楽しめます。先にお会計をするので、店頭で何を食べるか決める必要があるのでご注意ください。メニューは1000円と1200円のものだけで、洋食屋伊勢重といったら松坂牛土鍋焼きハンバーグが有名で、迷ったらこちらを選んでおけば間違いありません。ジューシーで柔らかく、牛の甘みを感じます。4日間かけて仕込んだ赤味噌入りの特製デミグラスソースは濃厚で味噌の風味がして他では味わえないハンバーグです。味噌にこだわっているのか、お味噌汁も風味がしっかりして味わい深いです。付け合わせはハンバーグ定番のブロッコリーとじゃがいもと人参。下にパスタもあってソースとその旨味を吸収しています。ご飯と生卵はおかわり自由なので、卵かけご飯にしてお腹いっぱい食べられますよ。食べ終えたらコーヒーをテイクアウトできるので、食後にコーヒーを飲みたいという人には嬉しいサービスですね。夜は洋食居酒屋で1品100円のものもあり、ものすごくリーズナブルですね。お客さんはサラリーマン男性のお一人様が多いです。ランチの時間は11時半から3時。昼は行列ができますが、開店が早いので待ち時間は長くないです。今回は昼のピークを外して1時半頃来店したのですが、売り切れのメニューがあったので、もっといろいろなメニューから選びたいという人は早めの来店をお勧めします。続いてはバンピックル丸の内店。
ただいまご紹介した洋食屋伊勢住と同じ建物の地下1階にあります。フランス人が炭火焼き屋を作ったらという発想から生まれたフレンチバーベキューのお店。店内を見ても豚肉が一押しなのが伺えます。リーズナブルにいただけるのは平日限定週替わりのランチ。本日のスープとメイン料理とライスかパンを選べます。この日はベーコンとキノコのスープでした。炭火でグリルされたイベリコ豚は香ばしくて、塩コショウの塩味とマスタードソースの酸味と甘みが絶妙なハーモニーですごく美味しいです。付け合わせはじゃがいもとキャベツと人参をマヨネーズで和えたものと豆苗です。ライスは普通盛りですが、メイン料理との割合はちょうど良かったです。一般的な男性には少し物足りないと思います。週替わりのランチですが、お店のホームページで内容を確認できます。以前食べた週替わりのランチもすごく美味しかったです。お客さんは30代、40代が多く、男女同じくらいの比率です。ランチの時間は11時半から3時。オフィス街なのでお店は混雑するのですが、こちらの建物のお店の中では比較的空いている方なので、並ばずにすぐに食べたいという方はこちらに行ってみてはいかがでしょうか。以上が東京駅周辺のランチ5選でした。この辺りはどこも11時半から一気に混雑するので、ゆっくり食事をしたいという方はご注意ください。今後もこのような動画を上げていくので、また見たいと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。